どこちょっとしげぼうの彼氏に似てるわね。あっちのは春樹っぽい。へえ。ここの猿ってお母さんの名前から一文字もらってしりとり風に名前つけるのが習わしになってるんだって。へえ。どういうことそれ？例えばお園さんの子供はおそののの字を取ってのんき、のんきのきの字を取って金太とか。じゃあ名前の頭と尻尾で親子が分かるようになってんだ。そうそう。僕ね、母親が巴だったからその文字いただいて智彦になったの。だからここの猿と同じ。いいなあ。俺親父が正雄だったから正和なんだよな。あら、お父さんの名前いただいたんならいいじゃない。はい、取るわよ。チーズ。いざ探してみると、ここって場所ないものね。結構難しいのね、散骨って。マサ、本当はお母さんのお位牌、まだ手元に置いときたいんじゃない？友、俺お前におふくろのこと話したことあったっけ？10年以上前かな。お母様が心筋梗塞で倒れた時？じゃあ15年前だ。子供の頃喧嘩ばっかりしてた両親なのに倒れたことがきっかけで仲良くなったって、そんな話？子供っていくつになっても親のこと都合よく見ちゃうもんなのかな。それともそれって俺だけなのかな。どういうこと？おふくろが倒れて退院するまで2人本当に仲良さげに見えてたんだ。少なくとも俺の目には仲睦まじい夫婦に映ってた。親父が行った時もおふくろ葬儀でワンワン泣いて、その姿見てこんな風に女房に見送ってもらえる親父って結構幸せもんだなぁなんて思ってたんだ。うん。なのに葬儀の後死後離婚って言うらしいんだけど、親父と一緒の墓には入りたくないっておふくろ言い出して籍まで抜いちゃって、俺も俺でおふくろのそういった気持ちちゃんと聞かないでそのまま行かれちゃったから、正直これどうしてあげればいいのか分かんないんだよ。景色の綺麗なところっていうのはおっしゃってたんでしょ？うん。だったら久米島の果ての浜でも北海道の雲海テラスでもお母様嬉しいんじゃないかしら。もしかしたら親父と関わりのないとこならどこでもいいのかもなとか。ならポーンと思い切って海外とか行っちゃう？親父に関わる全てが嫌なら俺と同じ墓も嫌なのかなとか。
そんなこと考えながら散骨の場所探してもさすがに自分でもこんなとこでは眠りたくないなってとこばっか目がいっちゃって。だけどそんなとこにおふくろ一人置いていけるわけないんだよな。そうね。生きてる時結ばれたばっかりに、あの世では離れ離れってことあるのかもね。あ、アプリにクマイケメンからメッセ。あ、お前今ちょっとこけた？けどその人、15年前のマサの写真に好感持ってるんでしょ？やっぱ俺すでに別人かな。認めたくないだろうけどね。15年前の俺まだ可愛かったな。それすごいよくわかる。あの時はあの時で鏡見るたび、やだな、すっかり老けたな、こんなの本当の自分じゃないって思ってたけど、振り返ってみると、何よ、まだまだ十分いけてるじゃないって思うのよ。なら今の自分の姿もいつか将来まだまだ十分いけてんじゃんって思うのか？もちろん未来から振り返れば青2歳よ。どっこい生き抜いてんな。どっこい生き抜いてるわよ。僕たちって自分の親みたく戦争も飢餓も経験してないじゃない。ただ漠然と生きてきたみたいに言われるけど、1999年あのノストラダムスの大予言をくぐり抜けてるのよ。これってすごいことよ。いつの間にか2012年マヤ文明の予言もくぐり抜けてんのな。そんなのもあったわね。二度もこの世の終わりスルーして生き抜いてんのね。ハリウッド映画のヒーローだって二度は無理よ。俺は脳腫瘍、お前は脳梗塞で倒れたけど生き抜いてんだな俺たち。そうね。たまたま東京に住んでて、震災も原発事故も今のところ生き抜いたわね。エイズの時代さえも生き抜いたな。自殺からも過労死からも生き抜いたわね、僕たち。命はまるで転がり落ちるかのようなものに思えたけど、たくさんの死者で積み上げられた傾斜を這い上がるように生かしていただいてるものなのね。ぽい。ほい、おしまい。え？もう？嫌にあっさりしてるわね。そうか、こんなもんだろ。僕もうちょっと厳かにやるもんだと思ってた。いいのいいの。まあマサがこれでいいって言うんなら。俺ん時はそうだな、限界灘にでもしてもらおっかな。限界灘？またどうして？ 86年プサンで恋に落ちたキム君。思うにあいつが生涯一番のイケメンだった。生きてる上であれ以上のに出会う可能性はもうない。諦めた。ずるい。だったら僕パリのセーヌ川にする。なんだよずるいって。それに遠いしめんどくさ。第一パリとお前って全く関わりないし。いいじゃない、行ってみたいんだもの。ね、マサもセーヌ川にしときなさいよ。フランスびいきなんだし。セーヌ川？そうしなさいって。はい、セーヌ川。はい、決定。灰になってまで友と一緒か。よろしくね。僕、なんかまた死ぬの待ち遠しくなってきちゃった。Hi everyone! タチャハオニハオ皆さんこんにちは。高倉美船ことジャッキー・ワンだよ。今週の高尾さんリポートいかがでした？楽しんでもらえたかな？面白かったと思う人はぜひ Twitter、Facebook その他 SNS で拡散よろしくね。さて次回はまたいつものスタジオから動画をお届けしますよ。ともちゃんとマサさんはこれからどうなっていくんでしょう。それでは See you next week!
To be continued! さよなら皆さん、ごきげんよう。再见再见素晴らしい最後。